こんにちは、ゆうかです。今日は大阪港国際フェリーターミナルからお届けしています。前回の動画からいろいろ考えたんですけど、結局飛行機を諦めて国際線フェリーに乗船することにしました。前に一度だけ乗船した時はパンスターミラクル号のバルコニースイートというすごい贅沢なお部屋を取ったんですけど、今回はその真逆、最安値のお部屋を取ってみました。果たしてどれだけ違うのかリアルに比較しながらお届けしたいと思います。それでは行ってきます。国際フェリーターミナルは今回来るの2回目になるんですけど、すごい形してますよね。なんか数学の授業で面積求められそうな形。お、見て、台チャリもあるよ。自転車で来ることもできるんだね。いやでもさすがにいないか。だいたいみんなキャリーケース持ってるしね。新しい船で韓国へ。ちょうどパンスターミラクル号は今月4月で1周年を迎えるんですよ。おめでとうございます。あれ、デッキにこんなスペースあったっけ？私が引きこもりすぎて見つけられなかっただけ？この大阪と上海を航行している鑑真号、これ気になりますね。次乗りたいな。何これ？洗濯物？あ、国旗か。フェリーターミナルの3階の待合スペースにやってきました。前回はラウンジが使えたんですけど、今回は一般庶民なので普通のベンチです。発券手続きをするときにこのチケットホルダーをもらえるんですけど、前回はオレンジだったんですよ。今回は青色です。少しランクダウンしました。これで船内の行けるスペースだったりサービスが変わってきたりするので、ちょっとオレンジに塗り直そうかな。展望デッキに出てきました。このオレンジパスと青いパスで乗船時間が少し違うんですよ。オレンジの方が10分早く乗船できるみたいです。今んとこの違いはそれぐらいかな。パンスターミラクル号発見。あそこにトラックがいるんですけど、こう見るとめちゃくちゃ大きいのが分かりますね。それじゃあ乗船開始時間になったので今から出国したいと思います。行ってきます。出国手続きを終えてバスに乗ってフェリーの目の前にやってきました。ここから乗船していきます。楽しみ。おー、この感じ懐かしいな。キラキラでかわいい。Thank you。 あー、ウェルカムドリンクだ。Thank you。 エントランスはこんな感じです。やっぱり国際線とはまた違う良さがあっていいですね。この間私乗った時にここ足湯かと思ったんですけど、違うのでご注意ください。前回乗った時はなかったんですけど、何か新しいものができてますね。プリクラ機みたいな。ここにかかっている船長の服とか帽子をかぶってこんな感じで写真を撮れるそうです。どうですか？なんか日本の船長コスプレとはまたちょっと違う感じがしますね。この服はここに線が入っていないからあんまり偉くない船員さんのコスプレですね。あれ、ちょっと待って、フェリー動いてない？これまだ16時19分なのになぜか出港してる。今日って17時出港だよね。40分もフライングしたんだけど、そんなことある？さすが国際線、なかなかワイルドですね。これ何のアナウンスもなく40分早まるってことは、もし遅れてたら置いてかれてたってこと？さすがにそれはないか。前回も出港を見届けられなかったから今回こそはって思ってたんですけど、こんなに早く出港するとは。バイバイ大阪、また来るよ。いろいろ紹介していきたいんですけど、まずは私が今回予約した一番安いお部屋がどんな感じか見ていきましょう。さっき船に乗り込む前にお客様のお部屋は空きがあったので一つ上にアップグレードしましたって言われたんですよ。どういうことなんだろう。ちょっと見てみよう。今日の私のお部屋はここです。じゃーん。
ここはインサイドというお部屋なんですけど、オーシャンビューの方に変更してもらいました。そこに窓がついていて景色が見れるんですよ。前回は個室だったんですけど、これは123、4人乗りの相乗りタイプのお部屋です。普通のフェリーでいうとコンフォートのお部屋みたいな感じですね。これ番号が振られてるんですけど、特に何番とか書いてなくて、好きなところを使う感じなのかな。その番号に応じてこんな感じでロッカーがついています。ここ私のロッカー1番にしました。1、何でも1がいいので。でもこれは鍵とかはないので貴重品とかは入れれないですね。ロッカーの横にはこんな感じでちょっとしたドレッサーみたいなスペースがあります。前回はアメニティとかついてたんですけど、今回はそういうのは全くないですね。一応ドライヤーはあるので4人で一緒に使おうねって感じなのかな。鏡の反対側にはドアがあって、ここはお手洗いとシャワースペースになっていますね。これを4人で共用するのは結構恥ずかしいですね。いや、すごい綺麗ではあるんですけど、誰かがシャワー浴びてたらその間トイレ行けないってことでしょ。私はトイレ行かないからいいんですけど、ちょっと大変そうですよね。まあでもメインは船内の設備だから、お部屋に立てこもる人は多分少ないですよね。それじゃあフェリーの中を探索していきましょう。まずここは免税店ですね。国際線ならではの設備ですね。どんなものがあるか見てみましょう。まずはやっぱり韓国行きのフェリーなので美容グッズがたくさん売られていますね。見てみて、お酒がたくさん売られています。日本酒とかも置いてあるね。獺祭。やっぱ免税で買うと結構安いのかな。お父さんに買っていきたいな。どうなんだろう、安いのかな。あとはもちろん5000円もあります。前回の時にこれとこれ買っちゃったんだよね。あら、これはパンスタードリーム号だから違うでしょ。あとこれだけ持ってないな。今回はこれ買っていこう。他には韓国のお菓子が大量に売られています。ちなみに私の好きなお菓子はこれです。日本のお菓子でいうとポテトチップスの幸せバターの味にすごい似てるんですよね。でも多分これ人気すぎて日本で売ってるの見たことあるな。あとは飲み物も売られていますね。ソフトドリンクやお酒もあります。お酒は結構日本のお酒が多いね。チャミスルとかマッコリとかあるのかなって思ったんですけど、なさそうだな。今は神戸の辺りを航行しています。ちょっと韓国語で分かりにくいんですけど、やっぱり今日17時出港で合ってましたね。明日の10時にプサンに到着するみたいです。ここから瀬戸内海を通って関門海峡を通っていくのかな。それともこっちからぐるーって回っていくんですかね。気になるな。前回どっちだっけ。さっきアナウンスであったんですけど、もう少しで明石海峡大橋を通過するそうです。外はめっちゃ爆風なんですけど、こういう避難スポットがあって助かりました。こんな感じで風が防げるんですよね。結構人気なスポットです。17時20分、まもなく明石海峡大橋を通過します。それじゃあくぐります。失礼します。とそれじゃあお部屋のベッドを紹介してみたいと思います。実際に入ってみよう。よいしょ。やばい、顔全然見えてなかった。実際に部屋に入ってみるとこんな感じです。そんなに広いわけではないんですけど、寝るだけだったら全然良さそうですね。枕元には間接照明があるんですけど、おしゃれな雰囲気ですね。これは携帯の充電器とかさせるのかな。タイプ C と USB かな。後で使ってみます。夜ご飯を食べにやってきました。バイキング形式だったんですけど、こんな感じで種類が豊富すぎていろんなものを詰め込みすぎちゃいました。一応韓国料理のトッポギとかチャプチェもありました。それじゃあいただきます。乾杯。
いや、これは違うんですよ。そろそろビールやめなさいというお母さんからの注意勧告を無視してしまいました。サムギョプサル。レストランはお部屋によって場所が分かれるんですけど、前回はそこの仕切りの向こう側だったんですよ。バルコニースイートとロイヤルスイートのお部屋の人は向こう側なんですよね。向こう側だと何があるかというと、ワインが飲み放題なんですよ。あとこのバイキングにプラスしてメインのお肉もつくんですよね。今回はそれがないです。まあでも私はこっちでも全然十分なくらい、バイキングも食べ放題だし、このビールは別料金だったんですけど、ビールもねお金を払えば追加できるから全然十分です。普段国内線に乗ってるからみんなあんまり国際線のフェリーは見慣れないと思うんですけど、意外と乗船手続きも簡単なんですよ。チケットも空きがあればその日にフラッと来て購入することもできるし、出国手続きもパスポートを出して出国スタンプを押してもらうだけで終わりなんですよね。1、2分ぐらいで終わりました。私このパンスターミラクル号めっちゃ好きなんですよね。いろんな設備が入ってて面白いし、バイキングもめっちゃ美味しい。結構この美味しさはフェリーの中でも上位に入るぐらいなんじゃない？あ、そうだ、これ辛いんだった。カレー。船内に Wi-Fi もあるんですけど、今速度テストをしてみたらこんな感じです。これありがたいですよね。 LINE する相手いないけど LINE できるのは嬉しいですよね。今回は5ヶ月ぶりの韓国動画になるんですけど、前回フェリーで韓国に行った時は韓国で何も動画を撮らなかったんですよね。でも今回は撮ろうかなって思っていて、いろいろ調べてるからお楽しみにしててください。ということでごちそうさまでした。めちゃくちゃ食べれて大満足でした。夜ご飯食べ終わって少し休憩してました。このフェリーといったらね、国内線では絶対見られない面白い施設があるので、今から行ってみたいと思います。じゃーん、カジノ&ゲームバー。中はこんな感じになっていて、こういうマシンタイプのカジノもあるんですけど、ディーラーさんと対決できるテーブルゲームもあるんですよ。今からそっちをやってみたいと思います。こんな感じでルーレットとブラックジャックができます。前乗った時はブラックジャックをやったので、今日はルーレットに挑戦してみたいと思います。もうかけていいんですか？はい。じゃあまずは2枚だけ赤お願いします。みんなルーレットのルール覚えてますか？今赤にかけたので、とりあえず赤に入れば2倍もらえます。どうかな？お、赤やったー、赤だ。わーい。じゃあちょっと攻めてみようかな。じゃあ4枚を2から12って意味だよね、これ。ここでお、あー、ダメ？お、やった、当たった。じゃあいっぱいかけちゃおう。えい今赤にたくさんかけました。じゃあこれ皆さんと賭けをしましょう。もともと20枚持ってたんですけど、20枚より少なかったらみんなの勝ち、それより良かったら私の勝ちでいきましょう。お、やばい、お、赤、よっしゃ、やばい、強いかもしれない。おー、じゃあ次は黒に行ってみよう結構強気だな私。どう？やばい、すごいよし、じゃあちょっとかけ方変えてみようかな。じゃあ1点掛けやってみよう。怖いから、じゃあ8と15にしよう。5と5、815。よくない？この書き方。じゃあ罰ゲームを決めないとだね。じゃあ私が勝ったら皆さん私の動画に高評価をしてください。で私が負けたら皆さんにプレゼントを買います。Oh no!
やっぱ一点書きは良くないな。ちょっと特殊な書き方してみよう。好きな数字が多いところあたり、この辺とか好きかも。ここと、保険で偶数にかけておこう。よし。お、当たった。すごい。4点掛け当たったよ。初めて当たった。うわー、嬉しい。けどこれ勝ってもポイントになるんですよね。お金はもらえないんですよ。その代わりにも無料でできてるからいいんだけどね。勝った時に限って、これお金かけてたらなとか考えちゃう。おお、やば。おお全部？おおすごい。めっちゃ増えた。じゃあ次偶数いってみよう。ほい、偶数。お、偶数どう？お、偶数だ。やばい。あ、こっちか。ああ。じゃあ次はキッチンカーの日付でかけてみよう。1点掛けだからちょっと少なめに。5月の16。よし。これ当たったら皆さん絶対来てくださいね。いや、当たんなくても来てほしいけど。いや、当たる当たる当たる。当たるはず。お、9。チーン。いやー、もう一回強気出ないとやばいな。今って赤だっけ？赤か。じゃあ次黒いってみよう。赤の次黒来るんじゃない？何色？黒。お、やったーありがとうございます祝われた。じゃあラストは全て赤にかけてみよう。これで勝敗決まりますみんなに見守られてる。これ勝ったら私の勝ちだし、負けたらみんなの勝ちね。赤の3です。センキューよし、終わりにしよう。大勝ちしました、今回も。なので皆さん高評価お願いします。あの後しばらくルーレットをやってたんですけど、さっき動画を撮ってた時はこんな感じでうなぎ登りだったんですよ。で、動画撮り終わってそのまま続けてやってみようと思って、でも良かったんですけど、その後大きく出過ぎてドーンって落ちたんですよね。30分ぐらい遊んでたらチップが全部なくなりました。やけ酒したいなと思ったら隣に居酒屋があったのでついつい入ってしまいました。私はカジノでダッサい負け方をしました。それじゃあ皆さんもやけ酒してる方いらっしゃるかと思うんですけど、一緒に乾杯。さっぱりしててめっちゃ飲みやすいな。これアルコール 15% だってやばいな。普通に飲み続けてたらぶっ倒れそう。待って、やばい。ガチでやばい。最悪。聞いてください。ダッサイを頼んで、ダッサい負け方したって言いたいがために頼んだんですけど、桁を間違えて6800ウォンかと思ったら68000ウォンだった。7000円近くってこと？マジ間違えた。しかももう開けちゃったんだけど。やばい。どうしよう。こりゃもう飲むしかないな。泣きそう頑張って節約して今回のお部屋も安いとこにしたのに最悪。やばい、居酒屋で飲みすぎちゃいましたね。夜ご飯からのカジノからの居酒屋、ちょっと楽しみすぎちゃったかな。満喫し尽くして申し訳ない気分。ということで今日の最後はサウナと大浴場に行ってきます。前回入った時もすごい良かったから楽しみです。それじゃあ行ってきます。外の景色は
こんな感じでさっきからずっと真っ暗です。下を見るとめちゃくちゃ速い速度で航行してるのが分かりますね。頑張れパンスターミラクル、走るんだ。お風呂から上がってコロンに着替えました。ちょっと逆光で何も顔が見えないですね。お部屋の中にはこんな感じでカーテンもついてるので、外を気にせずに過ごすことができます。さっきここにタイプ C あるかなって言ったところは無事にタイプ C ついていて、こんな感じで携帯の充電器をつなげられました。でここにはね、鍵付きのロッカーとかはないので、こういう貴重品とかバッグとかは部屋の中に入れて寝たいと思います。部屋の中はこんな感じの広さで、足を広げられるし、ギリギリ寝返りも打てるくらいだから全然大丈夫そうです。ということで、そろそろ寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。今の時間が7時40分なんですけど、今はね、ちょうどこの辺りを航行しています。これなんて言ったらいいんだ。ここの海の上です。結構進みましたね。大阪からずっと来て、あともう少しでプサンに到着です。あと2時間ちょっとなんですけど、これ着くか？結構距離あるな。朝食メニューはこんな感じ。おー、フルーツがめっちゃ豪華。ライチとかキウイもあるよ。すごい。こんな感じで積もってみました。めっちゃ美味しそう。それじゃあいただきます。朝は牛乳。朝思ったんですけど、このフェリーに乗るときはすごい大事な注意ポイントが一つあって、それは変換プラグは必ず持ってくること。今日朝髪の毛のアイロンをしたくてめっちゃ探したんだよね。コンセントが刺さらなくて変換プラグを使わないと使えなかったんですけど、どこにしまったっけと思って10分ぐらいずっとキャリーバッグを漁ってたんですよね。売店にも売ってないし、これ持ってこなかったら罪です。だから皆さん乗る予定がある方は絶対忘れないでください。一番大事かもしれない。今回私アネロンを切らしてしまって、毎回船に乗る前は飲んでるんですけど、今回はトラベルミン R を飲んでみたんだよね。初めて飲んでみたんですけど、そのおかげもあってか全然船酔いはしていないです。昨日瀬戸内海あたりを航行してる時は全く揺れが気にならなかったんですけど、今は若干揺れてます。でも全然気になるほど揺れてはなくて、気持ちいいなっていう程度です。今日は風が強かったけど全然揺れなくてよかった。船旅が楽しいですね。ごちそうさまでした。いや、これご飯2食ついてて移動も込みで、しかもさ、ご飯の品数がめちゃくちゃ多いんですよ。お得すぎません？もう大満足です。ご飯食べ終わって7階の展望デッキにやってきました。やばいな、ご飯食べ過ぎてポチャになりそう。このフェリー展望デッキにプールまでついてるんですよ。すごくないですか？この時期だからまだ入れないのでお水は張られてないんですけどね。夏に来たいですね。プサン入港まであと1時間。全然街並みが見えないですね。7階の奥にずっと進んでみると、こんな感じでVIPラウンジがあります。ここのラウンジはもちろん有料なんですけど、景色がすごいいいんですよね。私は昨日お金を使いすぎちゃったから、今日はここには行かずに我慢します。감사합니다.
ありがとうございました。プサンに到着しました。見てください。すごい空港っぽいんですけど、ここはプサン港国際フェリーターミナルなんです。中には監禁所があったり、コンビニがあったり、すごい雰囲気がね、空港みたいな感じなんですよね。ということで、今回18時間の船旅、とっても楽しかったです。本当はインサイドのお部屋を予約していたんですけど、オーシャンビューのお部屋に変わって、すごい景色も良くて楽しめました。ビュッフェもメニューは前回とほとんど変わらなかったんですけど、すごい美味しかったです。私的には前回の高いお部屋よりも今回の安いお部屋の方がご飯も2食ついているし、ほとんど受けれるサービスも変わらないので、こっちの方がおすすめだなって思いました。ただね、今日はソウルに予定があって、そっちの方に行く予定なんですけど、プサンから KTX っていう新幹線みたいな乗り物に乗って3時間ぐらいかかるんですよね。結構遠い。なのでプサンに予定がある方とか時間に余裕がある方にすごいフェリー旅はおすすめだなって思いました。韓国でもいろんな動画を撮る予定なので、韓国編お楽しみにしていてください。ということで、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録とコメントと高評価お願いします。じゃあバイバーイ。あ、こんなところに R2D2 ならぬ 5F_2 がいる。おい、逃げるな。どこに行くんだ。いや、すごいねこれ。맛있어요。